皆さんね、病とか老いって聞くと大体顔が曇るのよ。そりゃそうよね。ありがたがる人なんてほとんどいない。でもね、今日はちょっと意地悪な話をしますよ。病と老いはごちそうなんです。まずいけど高級料理、勝手にテーブルに運ばれてくるコース料理みたいなものなの。食べたくないって言ってももうキッチンで調理済みだったら、どう味わうかを自分で決めた方がまだましでしょう。自分の体力の衰えを感じて病気の宣告も受けて気分がどん底、そんな時人ってね、なんで私だけって必ず言うの。でもね、病院の待合室よく見てごらんなさい。あれ全員なんで私だけって顔して座ってるのよ。そこでまず最初のコツ、自分だけ特別に不幸って思うのをやめてみる。病も老いもね、配給制です。早くもらう人もいれば後からまとめてくる人もいる。もらう時期が違うだけで品目はだいたい全員分用意されてる。だからとうとう私にも順番が来たかと、番号札を受け取るみたいに受けてみる。これが最初のごちそうの食べ方です。次にね、がんになったら妬みを受けないって私よく言ってたんです。おかしな話だけど本当よ。人間ね、元気で金もあって仕事もうまくいって若々しくてってやってると、大体どこかから妬みが飛んでくる。でもがんです、余命ですと聞いた瞬間、周りの人の妬みってスーッと引くの。代わりにね、変な優しさと距離感がやってくる。あれはあれで面倒なんだけどね。でも妬みが消えると人間関係の本体が見えてくるんです。この人は本当に心配してくれてる。この人はいい話の種として見に来てる。この人は自分が怖くて逃げてる。それがね、病のおかげでよく見えるようになる。病っていうのは人生のレントゲンみたいなもんですよ。骨折だけじゃなくて人間関係の日々も映してくれる。で、そうやっている人といらない人がはっきりしてくる。ごちそうっていうのはね、まずいらないものをそぎ落としてくれる料理なんです。脂身を落とすみたいに年を取るとね、できないことリストがどんどん増える。前は一日中歩けたのに、徹夜も平気だったのに名前が出てこない。階段で息が切れる。比べ出したらキリがない。でもね、私はそれを面白がるって決めたんです。若い頃できなかったことも増えているのよ。人に素直に頼める。今日は無理って言える。諦めるのがうまくなる。これ若い頃にはなかなかできない高等技術よ。老いはできなくなるごとに自分の素が出てくる作業です。結晶がだんだん落ちて本性が見えてくる。それをみっともない情けないで止めてたら老いのごちそうを捨ててるのと同じなの。味わってみるとね、ああ私って案外しぶといなとか、思ったより人に助けられて生きてきたんだなとか、いろいろ出てくる。そこにちょっとしたうまみがあるんです。死を考えるのも同じです。死を遠くに追いやっているうちは毎日が仮なんです。いつかちゃんと生きる、いつか本気出す、いつかゆっくりする。そのいつかは大体来ない。私ね、いつでも死ねるようにってずっと思って生きてきました。別にね、投げやりじゃないんですよ。今日ぽっくり言ってもまあいいかと思えるように部屋を片付けて、人との関係も片付けて、心残りもなるべく減らしておく。そのつもりで暮らすと今日の扱いが変わるんです。教養って私よく言ってましたけどね、今日用がある。病院に行くのも用事、薬を飲むのも用事、誰かと世間話するのも用事。その一つ一つがもう来ないかもしれない今日のちゃんとした予定なんです。死を意識すると今日が急にハイビジョンになる。モノクロ映画が急にカラーになる。それが死を近くに置くということなんです。体力が落ちていくとね、自分がひどく価値のない人間になったように感じるものです。社会もね、若さ、効率、生産性ってうるさいですから。でもよく考えてみて、そもそも人間を生産性で測るようになったのがだいぶおかしいんです。赤ちゃんなんて1円も生み出してないのにあんなに尊いでしょう。寝てないって汚してるだけなのに。じゃあなぜ年寄りだけ役に立たないと言われるのか。同じ手がかかる人なのにね、これはね、役に立たない自分を許せない人が多すぎる社会なんです。自分が衰えるのが怖いから人の衰えを見たくない。だから老人を厄介者みたいに扱う。でもね、本当は逆。病や老いに直面した人こそ役に立たない自分で生きる練習を先にやってるんです。これはね、現代人が一番苦手な科目です。役に立たない自分を抱えたまま、それでも今日を生きる。これができるようになると、一
人に対しても優しくなれるし、自分にもそうつかなくなる。これね、かなり上級の生き方なんですよ。病をご馳走として受け入れるために具体的にできることをいくつか挙げてみましょうか。一つ目、落ち込みタイムを自分で決める。一日中暗くなってたらそれはしんどいです。でも気持ちを無理に明るく保つのも不自然で続かない。だからね、今日は夕方の30分だけ思いっきり落ち込むと決めるんです。その時間だけはもう遠慮なく、なんで私が怖い、嫌だを言っていい、神に書いてもいいし、天井に向かって文句を言ってもいい。その代わり時間が来たら一旦そこで終わり、はい、今日の落ち込み終了、また明日って自分で区切る。これは感情に飲まれるんじゃなくて、自分でお盆に乗せて眺める稽古です。2つ目、比べる相手を昨日の自分だけにする。病気になるとね、元気な人と比べて自分を責めがちなんです。あの人は走ってるのに私は歩くのもしんどい。でも比べる相手を変えるんです。昨日の自分と、昨日は階段で休憩3回だったけど今日は2回で行けた。昨日は一歩も外に出られなかったけど今日は玄関までは行った。そうやって比較を外から内へ向ける。これは他人の人生から自分の人生に視点を取り返す作業です。3つ目、恥ずかしさを半分ジョークにする。病気の話、衰えの話ってどうしても重くなりがち。でもね、全部を深刻に受け止めてると心が持たない。だから私はわざと笑い話にしてましたの。義足がなかなかしっくりこないのよとか、最近の薬は高級料理より高いわねとか、あら私こんなに生きててもととれてるのかしらとかね、笑い飛ばせるところはどんどん笑い飛ばす。すると不思議と周りも話しかけやすくなる。自分の弱さをネタにできる人はもうその弱さに半分ぐらい勝ってるんです。4つ目、死ぬ日に後悔しない今日の一個をやる。大層なことでなくていいんです。誰かにありがとうをちゃんと言う。気になってた本を1ページだけ読む。ベッドからでも見えるところを1箇所だけ片付ける。あの時あれをしとけばよかったなを今日一つ減らしておく。でこれを毎日一つやっているとね、いつ死んでもまあまあかなという感覚が少しずつ育っていく。死を怖がる心はゼロにはならない。でも怖いけどまあしょうがないかと言えるぐらいには柔らかくなっていくんです。最後に一つだけ厳しいことも言っておきますね。病や老いを受け入れるって綺麗な言葉だけど、本音を言えばそんなに上品なものじゃない。もっと泥臭いの。もう抵抗してもしょうがないな、参りましたと白旗を上げる感じです。負けを認めるというより、このゲーム別ルールで続いていくのねと理解すること。そこからやっとごちそうの味が分かってくる。苦いししょっぱいし、たまに胃もたれもする。だけどね、その一皿をちゃんと食べた人の顔には不思議な落ち着きが出てきます。若い頃にどれだけごちそうを食べても手に入らない表情です。今体力の衰えや病気で出口のない真っ暗なトンネルにいる気持ちかもしれませんね。でもね、そのトンネルはいつか誰もが通ります。あなたはたまたま少し早く入っただけだったら、中でしか見えない景色を誰より先に見ておくといい。その景色を後から来る人に話してあげる。これが病や老いを先にもらった人のちょっとした役目です。ごちそうっていうのはね、おいしいが全てじゃない。忘れられないがごちそうなんです。病と老いは忘れたくても忘れられない体験をこれでもかと運んできます。その皿がテーブルに置かれた以上いりませんと机の下に捨てるんじゃなくて、来たかと箸をつけてみる。涙の味がしても苦笑いしながら噛みしめてみる。そうやって生きているうちに今日の重さが少しずつ変わっていきます。病も老いも今日を濃くしてくれるためにやってくる。そう思えたら人生だいぶ楽になりますよ。